暴れん坊将軍。お前さん、お祭りの踊りの稽古やってるよ。おお、あれが残坂踊りか。残坂踊り？ああ、昔からな、この地方に伝わる踊りなんだよ。なかなかいいもんだな。その日、めぐみの辰五郎とおさいは但馬の国の八日宿に間近い丸山川のほとりに立っている。江戸を離れて20日余りの道中であった。まあかわいい。お父っつぁん、ちょっと伺いますが、この辺りに坪内早苗というお医者さんご存知ありませんかな。はい、お民ご案内してあげなさい。あそこ。おお、ここか。そうか、お利口だったな。ほい、これだ。ありがとう。行こうか。おじさん、おばさん。やいちゃん。まあ綺麗になっちゃって。お久しゅうございます。お待ちしておりました。でもこんなに早くお着きになるなんて。びっくりした。先生は夕方までには着くだろう。鮎を釣ってくるって朝早くから出かけてるんですよ。さあさあ、どうぞどうぞ。おっと、やいちゃん、あのことは先生にはちゃんと内緒にしてやんだろうな。はい、すいません、ご無理お願いいたします。とんでもねえ。あっしにとっちゃ先生は命の恩人だ。とにかくこのことはな、あっしと二人でな、ちゃんとまとめるからよ。はい、お願いします。バカもん、逃げちゃう逃げちゃう。どけどけ。ざーっとこんなもんだ。もうこっちへ来てもいいぞ。さあ早く早くせい。もう勝手なんだから。ほら、大きいわね。奴が坪内早苗か。片をつけよう。待て。明日西野たちも来る。それからでも遅くあるまい。その頃、将軍吉宗は但馬の国の伊豆市藩58,000石の城主千石正房を訪れていた。恐れ多くも上様がこの伊豆市をおなりくださるとはまことに両替のことゆえ、不肖それがしをはじめとして家臣の者どものご無礼のだ平にご容赦願いとう存じまする。正房、すまんのは世の方だ。この度の旅の目的は若い者亡き父の墓参だ。それも忍びで参ったのだ。だから将軍として扱ってもらっては困る。正房が江戸三府の折に知り合うた旗本の風来坊徳田新之助が訪ねて参った。よいか、そうしてくれよ。吉宗はこの朴訥誠実な若き大名千石正房が好きであった。正房もまた吉宗を警護している旧知の間柄であった。ところで正房、
余が内密な旅に出た目的は父の墓参りの他に今一つある。と仰せられますと？生野銀山の様子を調べようと思ってな。当時幕府の財政を支える柱の一つにこの但馬の国にある生野銀山があった。その生野銀山の産出量がこの数年急激に減少していたのであった。幕府の再興を図る吉宗にとっては見過ごすことのできぬ一大事であったのである。しかし銀山を支配する生野代官はいわば鉱山開発の専門職として世襲であり、この森田大井守も父祖三代の威勢と権力をもって生野の天領地に君臨する大物代官であった。大井守は風水害で行動が崩れたせいだと言うんだが、余は今一つ信用できんのだ。それでこの目で確かめようと思ったな。それは徳田新之助様として？そうだ。上様のお気持ちは私にもよく。正房がお止めするわけには参りませぬが、今しばらくお待ちくださいませぬか。かねてより当藩きっての忍びの者が生野に入っております。間もなく戻ってまいると存じますゆえ。そうか。ではその者に会うてからにしよう。よいか。俺は城下の畑にしばらく滞在している。お前たちもその間に銀山の様子を見届けてきてくれ。頼むぞ。では町奉行の大岡様が後のことは心配するなと仰せられたわけだね。ええ、めぐみのもんはここ何年も働き詰めだから一月休め。その代わりは他の組のもんで固めとくから安心して行ってこいとね。その代わり上方の火消しの様子を見てまいれ。そうおっしゃいましてね。その上お小遣いまでちょうだいちまって。もう嬉しくって嬉しくってねえ。ところが品川で全部使っちまったんですよ。後のやりくり算段が大変で道中ずっと苦労のしどしでした。あら、そうかしら。だって文さんが一番はしゃいでたわよ。あら、知らなかった。ちょいと文さん、帰りの路銀がなかったらどっか養子に置いてっちまうからね。そんなバカな。じゃあ親父ちゃんにもらってもらえばいいや。あら、ダメよ。だって私はお嫁さんに行くんだもん。あれ、じゃあ誰か好きな人でもいるのかな。はい、います。ちょいとそれは聞き捨てならないね。じゃあその相手の人は近所の人なの？いいえ。じゃあ但馬の人なの？遠くの人。それじゃ八重ちゃんが江戸にいた時に？お前さん江戸の人だってさ。なんだっておい、ちょっと待てよ。八重ちゃんと先生が江戸にいたのはわずか一月だ。好きな人ができる暇なんかなかったはずだがな。それじゃあ手紙のやり取りでもしてんのか？いいえ。だってたった一度会っただけなんですもの。そうだ、それよりもおしずさんのこと紹介しなくちゃ。とんでもございません。私はちょっとお水を。おしずさん、改めて皆さんにご紹介します。もうずっと父のお手伝いをしてくれてるおしずさんです。どうぞよろしくお願いします。もう少し鮎を焼こうか。はい。じゃあ入りなさい。先生、何かあったんですか？いやいや、なんでもない。祭りに使う飾り屋だ。さあ、中入ろう。入った入った。鮎はもうねえんですかね？今すぐ焼きます。昼間の連中が泊まり込んでいたようだな。左内も気づいたら身内は女中と八重という娘がいる。娘か。よし、とにかく西方たちと会おう。お武家様、今日はどこに行きなるんです？この八岡の宿は生野銀山へ向かう街道筋にあるわけか。はい。たまに役人に見張られながら銀座の人足たちが遊びに来なるんですよ。怪我人が出ると
八日の妙見山へ行ってお札もろてきなると不思議と治っとるんです。妙見山？はい。本殿は日光の東照宮と似とるんですよ。東照宮に？はい。それじゃあお参りをせねばいかんな。源蔵兄たちは城崎かい、羨ましいな。何言ってんのよ。常さんは用心棒代わりなんだからしっかりしてよ。分かってますよ。でもおまちゃん、頭やおかみさんたちはどうして来なかったんですか？それにはちょっと訳があるのよ。訳って？お父っつぁんとおしずさんの仲を取り持ってもらうのよ。まあそれじゃあお父っつぁんは本当はおしずさんが好きなんです。でもあの通りの人だからいつまでたっても言い出せないんです。母が亡くなったのは私が5つの時なの。男手一つでずっと私を育ててくれて、もうそろそろお嫁さんもらってくれないと私がお嫁できなくなっちまうわ。それでお兄ちゃんに手紙を出したのね。ええ、だってあんな頑固やちとおとなしいおしるさんの中を取り持ってくれる人はそうそういないでしょ。だから私思い切って手紙を出したの。そうなの。それでうちのお兄ちゃんまるで書けるようにして八日へ来たのね。私たち追っかけるのに苦労したわ。そうなんですよ。この先の妙見山に夫婦杉っていう大きな杉があるのよ。縁結びの神様なんですって。へえ。だったら私も江戸のあの人のことお祈りしようっと。何を言ってんだよ。こういう話はね、いきなりしてもダメなんだよ。別々に話を進めてね、それからじゃなきゃうまくいかないんだよ。ギリってんだよ、お前。ぐっと手の一つも握ってやればすぐ済むじゃねえかい。お前さんとは違うんだよ。ねえ、それにさ、仕事中じゃしょうがないじゃないか。ねえ、なんだよ。この辺りをさ、ぐるっと一回りしてこようよ。せっかくこんないいとこ来たんだからさ。バカ。俺はお前口説きに来てんじゃねえんだい。なんだよ。ねえ。あ？私はね、おやいちゃんのことでね、一つだけ思い当たる節があるんだよ。なんだよ。江戸に好きな人がいるってことか？そうだよ。ほら、芝口町の大火事の時さ、お前さん大怪我をして早苗先生に命を助けてもらったじゃないか。うん。あの時さ、新さんがお見舞いに来ただろ？うん、来たよ。そうか。おさえ、そういやあの時、八重さんずっと俺に付き添ってくれたよな。そうだよ。それでさ、帰り際に新さん、おやさんと私を表へ呼び出したんだよ。ああ。あの時のことなんだけどさ。呼び出してすまなかったな、八重さん。お父さんは立派な方だ。俺は医術のことはよくわからんが、あれほど心を込めて手当てをしてくれる医者には初めて会った。一言お礼が言いたかったんだ。とんでもございません。田舎者ですからただ精一杯にやっているんだと思います。並大抵のことじゃないよ。先生に助けていただかなかったらうちの人。頭は俺にとってなんというか実の兄弟以上に大切な人です。八重さん、よろしく頼みます。八重さんとお父さんだけが、その優しい手当てだけが今はたった一つの救いなんです。お願いします。頭を頼みます。お前さん、あの時新さん泣いてたよ。恥も外部も捨てた男らしい新さんだったよ。そんなことあったのか。あんな新さんを見たら女だったら誰だっていっぺんに胸がキュッと熱くなっちまうよ。もしかしたらあの時おやさん新さんに一目惚れだったんじゃないだろうかね。
からってその娘を預かる。捕らえろ。やろう。お待ちや。早く親父ちゃんを連れて逃げてくれ。やろう。何すんだよ。私たちは江戸の恵みのもんよ。お待ちや。親父ちゃんも助けてください。おお、妙見山に盗賊が現れるとは聞いていなかったな。それにしてはいい格好してるな。その二本差し使えんのか？カモンきれい。お松ちゃん、連れさんも一緒か？大丈夫か？鋼のようだな。新さん、八重さんよ。ほら、お兄ちゃんを助けてくれた早苗先生の娘さん。さあ、連さん、早く。大丈夫？ありがとう存じました。ああ、あの時の。こんなところで会えるとは驚いたな。さあ、急ごう。その頃めぐみの若い衆は城崎の湯治場で旅の疲れを洗い流して風光明媚な竹の浜の見物であった。お前泳げるのかよ。バカだな、本当にバカだよ。早く上がってこい、早く上がってこい。さあ、弁当にするぞ。食べよう食べよう。ほらバカだよ。まあなんて言ったってな、花より団子だな。な、これが一番だ。おい、キュー、お前そこらへ潜ってアワビでも取ってこいよ。アワビ？なんすかそのアワビっての兄貴。おめえアワビも見たことねえのかい？うん。へへ、キュー、おめえイソギンチャクしか見たことねえんだろ。岡場所のよ。てやんで兄貴たちはな、風流ってものを知らねえからな。こういうところへ来たらよ、俳句の一つもひねらなくちゃいけねえよ。五七八でな。何を言ってやがる。五七五だよ。じゃあおめえ一つやってみろ。やってみろ。よし、できた。八重ちゃんや、ああ八重ちゃんや、八重ちゃんや。バカ。八重ちゃんや。何が八重ちゃんだよ。キュー、また兄貴がやれきたからやってくれ。うるせえからやら。何が言ってるのかなら。なんだよ。こいつは死んでから相当経ってるな。見なよ、肩口からバッサリ切られてるぜ。よし兄貴、よしね、お守り袋だ。持ち物はこれだけか。盗人にでも殺されて海へ放り込まれたんだろうな。かわいそうによ。生だ、生だ。その日の昼過ぎ、吉宗と会った辰五郎と文之進はその奇遇にまさに近畿弱役というところであった。こんなところで新さんに会えるなんて夢にも思いませんでした。まったくだ。それじゃ新さんも生野銀座のことを？うん、まあできるだけやってみるつもりだ。ところでこれを見てくれ。あれ、これは新さん鋼だよ。八重さんを襲った連中のものだ。よく調べたところ銀山で使う鋼らしい。銀山？うん。まさか生野銀山と関わりが？この辺りには他に銀山ないからな。どうしてですか？いや、わからん。八重さんにも心当たりはないそうだ。そりゃそうですよ。しかしなぜ？まだ見当もつかん。しかし頭、これが生野銀山に関わりがあるとすれば見捨てるわけにはいかん。しばらくの間用心棒として先生の家に泊めてもらうつもりだ。そうしておくんなさい。
旗子には連絡しておきましょう。ところで頭の縁結びの方はどうだ？それがね、新さん。さっき一緒に愛する行ったんですよ。何つったと思います？よーし、うまいぞうまいぞ。その調子だ。ねえ先生、おしずさんのことなんだけど、名主の姪御さんだそうじゃありませんか。ああ、そうだよ。嫁に行った途端に亭主に死なれてな。出戻りだ。で、どうして先生のとこへ来るようになったんです？だいぶ落ち込んどってな。あっちが悪いこっちが悪いってんで、俺が根性を叩き直してやった。それからだな。それは何年前の話です？ 5年かな、6年かな。忘れちまった。俺が新しい医術の修学に八重を連れて江戸に行ってる間、あれが病人の世話をしていたんだぞ。女の医者だってんで俺より流行ったらしい。あ、先生来ましたよ。よし、さお貸しなさい。おお、やったー、頭やりましたよ。頭お願いします。それじゃ先生ね、ぞっこん惚れてんだよ。この歩み手にこのうまいこと引っ掛けてさ。なんだって？ぐっと引き寄せてね、あとはしっかり掴んでしまえばいいのよ。先生、何もたもたしてんの？奥さんにしてしまえばいいの？バカ者、何を言い出すんだ。今さらそんなアホらしいことができるか。村中の者に笑われちまう。頭、八重に頼まれたのと違うか。だったら二度とそんな話はしないでくれ。俺のような男にはな、おしずを幸せにすることはできん。本当なんだ。俺にはそんな資格はありません。まあそんなわけで先生と来たら理屈も道理も取っちゃいねえんだから、まったく始末悪いですよ。幸せにできないってのはちょっとわからんな。そうなんですよ。何か意地になってるような口ぶりでした。その連中は確かに銀山の連中だったんだね。確かかどうかわかりませんが、タガネを使った連中は人足みてえな風体でした。お侍も3人もいたのよ。新さんが来なかったら捕まってたわ。もう怖くって。当分八重はうちから出ん方がいい。ねえおしずさん、あとはあなたの気持ち一つなのよ。おしずさんが承知してくれれば、頭と私で先生に。私今のままでいいんです。先生のそばにいるだけでいいんです。ただそれだけで幸せなんです。本当です。ダメダメ、先生はおしずさんのこと好きなのよ。女の本当の幸せは好きな人と添い遂げることじゃないかしら。おやちゃんが一番心配してるのはそのことなのよ。二人が一緒になってくれなきゃおやちゃんお嫁さんに行かれないでしょ。なんだお前たち、もう帰ってきたのかい？おかみさん、おかみさん、おかみさん。大変なもん見ちゃったんですよ。え？ありがとうございます。おかみさん、村役に届けるの忘れてましたけど、いいですか？妙見山でめぐみのものだと名乗った娘がいたが、するとあの連中も。早苗は江戸へ行ったことがあるという話だ。その時知り合ったのだろう。江戸の火消しの背後には大岡越前がついてるぞ。早苗が万が一あの時のことを話したら越前の耳に届くな。しかしめぐみの連中が泊まり込んでるとなると下手に手出しは。とにかく一度山へ引き上げよう。持ち物といやこれだけでね。村役人に知らせたら近所のものじゃねえってんですよ。見てくださいよ。深川八幡様のお守りですよ。江戸もんじゃねえのかな。大岡越前が話した隠密かもしれんな。町奉行所の者たちは深川八幡様のお守りを大切にしてるらしい。銀だ。新さん。間違いない。生野銀山に潜入して殺されたんだろう。そして川に投げ込まれ海へ。無念であったろう。それから数日後、江戸城へ伊豆市藩主仙石正房からの流行り客の知らせが届いた。
まったく上様にも困ったもんじゃ。生野銀山の様子を調べに田島まで参っておられるそうじゃ。加納様、翼でもあれば今すぐにも上様のもとに飛んでまいりたいお気持ちでございましょうな。いやしかし銀山のご探索とはいささか。いささかどころではあるまい。越前殿が放った隠密でさえいまだに一人も生還した者はないと聞きましたぞ。残念ながらその通りです。しかし才蔵と詐欺は鬼屋番中一二の手だれ、ことによれば首尾よく銀山に潜入しているやもしれません。とにかく戦国殿には上様の警護方を。ああ、そんなことでは生ぬるい。京都諸子代、大阪五城代、すべてを出動させ、万一の場合には幾の大勘定を一気に叩き潰すのじゃ。あの大井の守の若造めが何が三河由来の名門の旗本じゃ。紀州から来た上様をないがしろにする旗本どもがいるから、あのような若造がのさばるのじゃ。一度決めたことは何事が起ころうとも貫徹せねばならん。その一切抹殺すればそれでよい。娘を捕らえてそのものをおびき出すか、それがダメであるならば他の身内を捕らえるもよし、直接医師を殺すもよし、いずれにしてもその医師を必ず始末せねばならんのだ。それぐらいのことができぬならわしのもとにいる必要はあるまい。万一火消しどもが手向かえば切ればよい。大海戦などの影に怯えるな。その頃吉宗は八重の案内で竹野の浜辺に来ていた。幕命に従い江戸を遠く離れ、この田島の地で非業の死を遂げた者が哀れであった。徳田様、徳田様もご公儀のお仕事でこちらへ？いや、俺は部屋住みの風来坊だから時々ぶらりと旅に出る癖があるんだ。よかった。だってもし亡くなられた方と同じお仕事だったら悪い方に狙われて。狙われてるのは八重さんじゃないか。そっちの方が心配だぞ。徳田様がおそばにいるから平気です。変な心配の仕方だな。変でもいいんです。本当なんですもの。すいません、私。だって徳田様がいきなり妖怪なんかいらっしゃるんですもの。なんだか夢みたいで。2年経つと変わるもんだな。あら、何が？田島の水がいいのか。とても綺麗だよ。そんな。もう一度も嫁に行けるな。知りません、私。そういう顔は子供だな。徳田様の意地悪。どうも困ったもんだ。狂犬物のついでじゃないぞ。頭たちはな、八重に頼まれてしゃしゃり出てきたらしい。しゃしゃり出たのですか？どうもいかん。人情が深すぎる。何がおかしい？大体人のおせっかいを焼きすぎる。ありがた迷惑千番だ。そうは思わんか？先生のお人柄です。誰でもご面倒見たくなるんじゃないかしら。生意気なこと言いよって。お前はこれ幸いと喜んでおるのだろう。先生のことですか？何？私ちょっと家に寄ってきます。梅干しを干してあるんです。なんだ、今にすぐ梅干しババになっちまうぞ。しかしおしずのためにも何とかしなきゃならんな。
場の裏街道を和田山の方に駆け去る者どもがいたそうだ。おそらく八重をさらおうとしたあの連中だろう。宿役人様がすぐ伊豆市の奉行所に走ってくださいました。うちの連中は村の衆と一緒に和田山へ行きました。その先には関所があるそうですよ。行くのは天領地だ。関所の警戒は厳重だろう。早苗さん、感動はありませんか？ある。教えてください。いや、大勢で行っては見つかってしまう。とても無理だ。これ誰からもらったの？知らないおじちゃん。見せてください。宮町美濃国幾野の広瀬まで坪内殿お一人で参られたし、国園までに参られる前は静殿の命はなきものと思い。新さん、広瀬。お父っつぁん。俺はおしずを連れに行ってくる。止めても無駄だぞ。私お父っつぁんを止められない。だっておしずさんはお父っつぁんの一番大切な人ですもの。お前もだよ。だったら無事に帰ってきてお願い。おしずさんと二人で無事に帰ってきて。私は医者の娘よ。だから村の人たちのこと心配しないでね。病人のお世話は私がします。お父っつぁんとおしずさんが無事に帰ってくるまで私待ってるわ。待ってる。頼むぞ。俺が話をつけてる。先生！頭！先生！先生！奴らの手口じゃ話し合いなんかできるような相手じゃねえ。殺されちまうよ。俺は殺されても構わん。俺がいくら少なくともおしずに手出しをしまえ。先生、それじゃ話が違う。先生はあの火事のことを忘れちゃいないでしょう。あの時は大勢の人が焼け死んだ。俺は申し訳ねえんで火の中に飛び込んで死のうと思った。その時先生はあっしに何と言いました？てめえから死のうなんてやつは卑怯者だ。人間のクズだ。男なら男らしく強く生きてみろ。それが江戸の町火消しだって言ったでしょ。先生！頭の言う通りだ。先生が今死んだら宿場の人たちはどうなる？先生の一言で必死に生きようとして生き抜いた頭の気持ちを裏切ることになる。さあ、早苗先生、私たちに隠していることがあるはずだ。何もかも話してください。先生！分かった。何もかも聞いてもらおう。今年の春先のことだ。この辺りに疫病が流行ってな、体力のない女子供が次々とやられたんだ。悪質な病気でな、なんとか熱が下がっても一切食物を受け付けんのだよ。すぐ治るぞ。こういう時には辛人参を飲ませるのが一番なんじゃが、高くて買えんのだ。それで俺は仕方なく薬草だけでも十二分に用意しようと山に入ったんだが、気がついてみると生野から氷ノ瀬へ向かう尾根の谷間あたりに迷い込んでおったんだ。
銀の延べ板でな。刻印は削られておったが御用金に間違いなかった。俺はその時覚悟を決めたんだ。この1枚の延べ銀があれば唐人参が買える。それで大勢の病人の命を救うことができるとな。俺は密かにその銀で唐人参を買い集めて病人に与えたんだ。その甲斐あって疫病は間もなく収まった。だが俺は覚悟しておったよ。いつか落とした印籠から足がつく。その時は潔く自首しようと思っとった。ところが八重が襲われた。それで初めて俺は分かったよ。奴らは御用銀を横領してたとな。先生、それは一体どういうことなんです？まっとうな御用銀なら代官所から役人が来て正式に捕獲するはずだ。刻印も削られている。それに御用銀は街道東へ姫路へ向かう。その産地は取らないはずだ。氷の線を越えれば稲葉の海。おそらくそこから船を出して外国船に売り渡す。先生の言う通りかもしれんな。くそー、連中は先生の口を塞ぐためにおしずさんを人質にしたってわけか。笠原、抜け道で幾野に入れそうです。先生、頭、俺が行く。先生、先生。先生、勘弁してくれ。俺は先生を死なすわけにはいかねえんだ。新さん、これだけはどうしても俺に生かしてほしい。頼む。源蔵、へい、来い。へい。死ぬ気だな、頭。上様、大井の守が代官所を出ました。広瀬というところで配下の者たちと合流する様子です。先に先生を家まで運んでくれ。才三、行くぞ。わしはな、三村、この生野銀山を世直しの砦にするつもりじゃ。今の幕府ではこの国は必ず外国の餌食になる時が来る。わしはな、奴らと取引をしてみてそれがよく分かった。まず武器を整え同志を集める。時期を見てまず伊豆市藩を攻め、この田島を我が手中に収める。おい、行くぞ！奴が妙見山に現れた男か。はっ。しずさんを頼むぞ。へい。貴様、何者だ。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。徳田新之助。森田大井守、この俺に覚えはないか。まさかそんなはずはあるまい。大井守、軍学者気取りで盗っ人の世直しか。何故そのことを。その方の顔に書いてあるぞ。3代続く幾野の代官では井の中の蛙になるのも無理はないが、幾野銀山を私せんと何の罪もない者たちを人質にし、平然と早苗先生の命を奪う奴は許しておくわけにはいかんのだ。貴様、よくも言うたな。構わんきりせい。
森田大井の守とその一党はことごとく伊豆市藩の役人に捕獲され、江戸に護送された後切腹の沙汰を受けたという。その後生野銀山の銀の産出量は急速に増加して幕政立て直しの柱となったのである。じゃあ先生の娘さんも喜んでいるだろうな。頭が早苗先生の仲人をするのか。そうよ。今頃村中大騒ぎでしょうね。上様。村中の若者たちが先を競ってお祝いの残坂踊りをしているぞ。八重さんの目を引こうとする若々しいおじかたちだからな。吉宗は早苗先生の祝言を見届けたかったようである。いつの日か八重が嫁に行く。よし、その時は天下一の風来坊ぶらり風に吹かれてやってこよう、そう心に決めて江戸へ急ぐ吉宗であった。この俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。お姉様、はい。はい、おつが。何じゃ貴様は。旦那、足をお縄にしておくなせ。戸組問屋の妙画金5000両がね、玉根役の備前屋さんの蔵からドロンしちまったんですよ。それが錠前は壊されちゃいねえし、天井板は破られてるわけじゃねえし、全くわけわからないんですよ。何なのお前さんたち。お前さんはどこだ。問答無用。死ね。暴れん坊将軍鹿島市姉妹の盗み酒、どうぞお楽しみに。